今日は折りたたみフルーツミルクレープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は折りたたみフルーツミルクレープを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、折りたたむだけで簡単に作れるフルーツミルクレープを作っていきます。クレープ生地を上手に作るコツや、あとはフルーツを並べるポイントなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにクレープ生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、牛乳、卵、無塩バター、グラニュー糖、そして焼く時にサラダ油を使っていきます。はい、ということでクレープ生地はね、こちらの材料で作っていきます。この分量でだいたい6枚ぐらい焼けると思います。バターに関しましてはね、無塩バターを使用するようにしてください。そしてグラニュー糖は普通の白砂糖でも OK です。そして卵のサイズは L サイズを使用していきます。こちらは M サイズでも大丈夫です。続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、バナナ、キウイ、オレンジ、生クリーム、グラニュー糖、こちらの材料を使ってトッピングしていきます。このトッピングのフルーツに関しましてはお好みのものを使用して作ってみてください。そして生クリームですね、こちらはグラニュー糖で甘さをつけていきます。お好みで蜂蜜または練乳などで甘さをつけていただいてもいいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速生地から作っていきます。まずですね、こちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、加熱しました。そしたら一度よく混ぜてバターをしっかりと溶かしてください。はい、このように溶ければ OK です。それでは続いて卵をボウルに割り入れます。そして泡立て器でまずね、軽く卵だけ溶きほぐしてください。軽く溶きほぐしたらグラニュー糖を加えます。グラニュー糖を加えたら手早く混ぜるようにしてください。では加えます。そして混ぜます。このように混ぜたら続いてここに溶かしバターを加えてください。そしてよく混ぜます。グラニュー糖のね、シャリッという感じがなくなれば OK です。そうしましたら続いてここに牛乳を加えてください。そしてよく混ぜます。材料はね、一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。はい、 OK です。そうしましたら続いて薄力粉をふるって加えてください。薄力粉はね、ダマにならないように必ずふるって加えるようにしてください。はい、そして加えたら素早く混ぜてください。こちらはですね、ダマができないようにしっかり混ぜましょう。はい、このようにしっかりと混ぜてください。そうしましたらこちらの生地は一度こしてください。そしてこす時はできるだけ網目の細かいものを使用してください。それではこします。はい、これで OK です。こちらの生地は一度冷蔵庫で1時間休ませます。そうすることで粉類と水分がしっかりと馴染んで、生地がね、薄くても破れにくくなるのと、あとはもちっとした食感に仕上がります。それではですね、ラップをしてこのまま冷蔵庫で1時間置いてください。はい、1時間経ちました。開けます。1時間経ったらね、もう一度ね、生地を混ぜます。はい、これで OK です。このようにね、とても滑らかな生地になってます。それではね、今からフライパンで焼いていきます。まずフライパンにですね、サラダ油を敷いてください。そして火にかけます。火加減中火です。このままフライパンをだいたい30秒ほど温めてください。はい、30秒温めました。そしたらですね、お玉のだいたい3分の2ぐらいですね、生地を流し入れます。流し入れながらフライパン全体に生地を広げてください。このようにフライパンを回します。表面の生地がね、動かなくなるまで回してください。こんな感じで生地が動かなくなったらフライパンを置きます。そしてですね、周りに少し焼き色がつくまでまず焼いてください。火加減はですね、中火のままで OK です。これをね、弱火でやってしまうとちょっとべちゃっとした生地になりやすいので、中火で行うようにしてください。
はい、今このように焼き色がついたの分かりますかね。このぐらいになったら裏返します。そしたらですね、まずこの周りを剥がして、そして菜箸などを使って生地をめくります。そしてこの持ち上げた部分をやけどしないように手で支えて、このクレープ生地の下に箸を入れます。そして持ち上げて裏返してください。こんな感じです。そして片面は中火でだいたい15秒ほど焼いてください。はい、OK です。これでクレープ生地の完成です。しっかりね、油をね、敷いていただくことで、このように綺麗な焼き色をつけることができます。そしたらこのようにお皿に移します。そしてね、表面が乾燥しないように、ラップをね、ピタッと貼り付けておいてください。それではね、2回目焼いていきます。で2回目からも必ずね、1枚1枚油は敷いてください。そしたら火にかけます。そして生地を流し入れてください。そしてフライパンを回しながら生地を広げましょう。あとはですね、同じように生地がなくなるまで焼いてください。途中でフライパンが熱すぎる時は濡れ拭きなどで一旦ね、フライパンの熱を落ち着かせてください。それではね、残りも焼いていきます。はい、全部焼き終わりました。最後もね、表面にこのようにラップを貼り付けてください。今回は20センチのフライパンで6枚焼けました。こちらはフライパンの大きさによっても変わってくるので、目安にしてみてください。それではですね、こちらのクレープ生地はこのまましっかりと冷ましていきます。それでは続いてクレープ生地を冷ましている間に生クリームを作っていきます。まずね、ボウルを氷水に当ててください。そして生クリームを入れます。そしてあとはグラニュー糖です。角が立つまで泡立てます。だいたい8分立てぐらいまで泡立ててください。はい、OK です。このぐらいですね。ピンと角が立つぐらいまで泡立ててください。そうしましたらこちらは氷水から外して使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いてフルーツを切っていきます。まずオレンジから切っていきます。オレンジはですね、まずヘタの部分を切り落としてください。皮がね、ちょっと硬いので、こちらを5ミリ幅ぐらいで切っていきます。皮ごと切っちゃって OK です。はい、このように切ってください。こちらはね、使う分だけ切っていただければ大丈夫です。ここから皮を剥いていきます。オレンジの剥き方はね、剥きやすい方法で剥いてみてください。はい、このように剥きます。そしたらですね、こちらを4等分ぐらいにしてください。はい、オレンジはこのように切っておきます。オレンジはね、だいたいこのぐらいの厚みに切ってください。それでは残りも同じように切っていきます。はい、そしたらですね、オレンジが切り終わったらオレンジのね、水分を軽く拭き取っておいてください。はい、でこのように並べてキッチンペーパーで水分を拭き取ります。この時ね、身を潰さないようにだけ注意しましょう。オレンジの準備はこれで OK です。それでは続いてバナナを切っていきます。まずね、皮を剥きます。そしてバナナもですね、だいたい5ミリ幅ぐらいでスライスしていきましょう。はい、バナナはこれで OK です。それでは続いてキウイです。こちらはまずヘタを切り落としてください。そして縦に皮を剥いていきます。はい、そしたらですね、キウイもだいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきます。はい、切りました。そしたらキウイはだいたいね、2等分から4等分ぐらいに切ってください。小さいものはね、2等分ぐらいでいいかなと思います。大きいものに関しましては4等分にしてください。はい、キウイはこれで OK です。それでは続いてイチゴです。イチゴはまずね、ヘタを切り落としてください。そしてイチゴもですね、だいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきます。はい、OK です。いちごはこのように切っておきましょう。フルーツの準備はこれで OK です。こちらの量と、あとはフルーツの種類はお好みのものでやってみてください。それではね、最後トッピングしていきます。まずね、今回はこのように折りたたんで、最後ね、こんな感じの形にして仕上げていきます。なので、まず最初にですね、この手前の部分ですね、ここを中心部分まで切り込みを入れてください。このようにね、切り離します。そしたらね、まずここ一面に生クリームをのせてください。
はい、このようにね生クリームを塗ります。そしたらですね、この4等分にした手前の部分ですね、ここ以外にフルーツを乗せていきます。今回ねフルーツ4種類用意したので3種類ずつ乗せていきたいと思います。ではまず最初にバナナですね。置き方のポイントなんですが、この4等分した部分の真ん中ですね、ここにフルーツが来るように乗せてください。なのでまず最初にね、この中心部分にバナナを乗せます。そしてあとはね、空いてる脇の部分にバナナを乗せてください。はい、こんな感じです。そしたら続いてここのゾーンですね。ここはですね、キウイを乗せたいと思います。こちらも同じように真ん中部分にね、まずキウイを置きます。あとは横のね、空いてる部分に置いてください。続いて最後のブロックですね。ここにはイチゴを乗せたいと思います。こちらもまず中心部分にイチゴを乗せましょう。あとは空いてる部分に乗せます。もしねフルーツが大きかった場合はその都度切って大きさを調整してください。このように乗せたら、まずねこの何も乗ってないクレープ生地をバナナの方に折りたたみます。こんな感じ。そしたら今度はキウイの方に折りたたみます。そして最後はですね、このイチゴの部分に折りたたみます。よいしょ。はい、こんな感じで折りたたんでください。このように折りたたんだらラップを用意してラップの上に置きます。そして包みます。はい、でこのように包んだら冷蔵庫で30分ほど冷やしてください。それではね、残りも同じように作っていきます。はい、30分冷やしました。そしたらね、ラップを外してください。こちらを半分に切ります。はい、中身はねこんな感じでミルクレープ仕立てになってます。それでは残りも切って盛り付けたいと思います。はい、これで折りたたみフルーツクレープの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにフルーツがたっぷりで美味しそうに仕上がってます。こちらはねお好みのフルーツを入れて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。フルーツがたっぷりですごく美味しいです。そしてこのクレープ生地がすっごくもちもちです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の折りたたみフルーツミルクレープのポイントです。まずクレープ生地のポイントです。クレープ生地はですね、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして生地が出来上がったら一度こしていただいて、その後冷蔵庫で1時間ほど休ませてください。この生地をね一度休ませることで粉類と水分がしっかり馴染んで生地が破れにくくなるのと、あとはもちもちっとした食感に仕上がります。なので必ず休ませてから生地を焼くようにしてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、中火で焼くようにしてください。弱火で焼いてしまうとベチッとした仕上がりになってしまいますので注意していただけたらと思います。そして2回目以降はですね、その都度油を敷いて焼くようにしてください。そして包む時のポイントです。今回はですね、いちご、キウイ、バナナ、オレンジ、こちらの4種類のフルーツを用意しました。1つのクレープに入れるのは3種類なんですけれども、お好みのフルーツの組み合わせで作っていただけたらと思います。そして包む時はまず1箇所に切れ込みを入れてください。そしてその後生クリームを塗って手前以外の3箇所にフルーツをそれぞれ置いてください。このフルーツの置く時のポイントなんですけれども、1箇所の中心部分ですね、ここが切り口になるので、その部分を中心にフルーツを置いてください。そうすると切った時に断面が綺麗になります。そしてフルーツが全部置き終わったら手前から3回ですね、パタパタパタっと折ってください。そして作り終わったら一度ラップでくるんで、そのまま冷蔵庫で30分ほど冷やしてから切っていただけたらと思います。もちろんね、そのまま召し上がっていただいてもいいんですけれども、切る時はですね、少し冷やしていただくと綺麗に切れやすくなると思います。そして今回の生地の量なんですが、20センチのフライパンで6枚焼けました。こちらは生地の厚みとかでも多少変わると思いますので、目安にしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は折りたたみフルーツミルクレープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。